こんにちは、柴崎です。お元気ですか？柴崎も今日もね、元気に絵を描いてますよ。今回のテーマは、素晴らしい水彩画を描くためにね、絶対にここは押さえておくべきだよというね、3つのテクニックをあなたに、ご紹介したいと思います。今ご自分でね、水彩画を習ったり描いたりしているあなたも、またちょっとこれから水彩画興味あるからやってみようかなと思っているあなたにも、これは絶対見てご損はないと思います。それはなぜかというとですね、柴崎から見ればなんですけども、意外とね、この本当に大事なベーシックな3つのテクニックがね、できてない方が多いんですね。だから、もしあなたがね、このテクニックをパッパッと描けるようになるとね、本当に絵もそれを応用して、きっと描きやすくなりますし、ねそれを知った友達も驚くと思うんですね。さあ、ということで、ここまで聞くと本当に気になるでしょ？それでは、早速、3つのテクニック、やってみたいと思います。さあ、やってみましょうね。はい。まずここにね、たっぷりのお水が必要です。ね。で、次には、できれば、このくらい大きい広いパレットです。特にね、この絵の具を解くここの部分が広いことが必要なんですね。さらにね、太い筆です。ね。柴崎は20号の丸筆ですよ。太いでしょ？さあ、これが用意できたとして、じゃあ始めますよ。まずフラット塗りですね。はい。さあ、広いパレットに、ここですね。今日使う色はプルシャンブルーです。お水をたっぷりと、まずここに用意します。すぐ絵の具の上にお水を持っていかないんですよ。そしてお水がたっぷり用意できてからこのように絵の具を溶き始めます。この大切なのはね、絵の具を濃いめにたっぷりと作ることです。ほら、こうやって絵の具を溶いたら、ね、この仕切りのこの部分で絵の具をこそぎ落とします。このように。ね、こうやって絵の具を用意しますよ。はい。じゃあ良さそうですね。さあ、では塗ってみようかな。とにかくね、今日のこの基礎編、とっても重要ですからね。一緒にゆっくりやり始めましょう。フラット塗りです。まず、筆に絵の具をつけてきました。ほら、こんなにいっぱいつくんですよ。で、こう塗る。でもね、これはダメです。すぐに塗ってはダメです。まずね、絵の具を用意しましょう。紙の上に絵の具を用意する。ね。そして、それからゆっくりとその絵の具を広げます。塗るというよりも絵の具を広げるという感じです。今日は柴崎はね、紙を少し斜めにしています。立てかけてますよ。ですので、絵の具が一人でにこう広がっていくんですね。ぜひやってみてください。絵の具がこう溜まったら取ります。さあ、ね、フラット塗りです。ではこれを使ってこちらにグラデーションやりましょうね。まずたっぷりの絵の具を筆につけて、まず紙の上に用意をする。絵の具を用意してから優しく広げる。こうでしたね。さあ、次にその絵の具を少しこの水を加えて、こうです。そしてこの下側にフラット塗りです。そうすると上の絵の具が下に降りてきて、こう混ざりますね。さあ、またもっと明るい絵の具を下に塗りましたよ。
ねえ、このようにね、画面を立てかけて描くと、一人で絵の具が流れてきて混ざるんですね。では、もう一度やりましょうか。もう少し濃いめの絵の具をたっぷり溶いてきて、上の方から軽く撫でます。ね。そしてこのまま放っておきます。もういじらない。ほら、絵の具が流れてきてグラデーションになるんですね。はい。ではもう一つグラデーションを作りますよ。今度は水をたっぷり加えた明るい色をまず塗ります。こうですね。さあ、絵の具が下に下にと降りてきますよ。で、この上にね、少し今度は濃いめに溶いた暗い色をこのようにね、下から上へと軽く塗っていきます。絵の具が下に降りてきますよ。もっと暗く溶いた濃いめの絵の具を同じ手順で塗っていきます。ねえ。どうですか？グラデーションになったでしょ？ねえ。ここでもういじらないんですよ。はい。それではね、この絵の具たまったのちょっと取っておこうかな。ここにね、重ね塗りをやってみます。この時必要なのはね、ドライヤーですね。はい。ではやりますよ。まずは、さっきのね、フラット塗りをします。さあ、こう塗ってはダメだったんですね。まず、絵の具を持ってきてから広げるということでしたね。さあ、広がりました。ほら、これを乾かします。こうですね。はい。ねえ、これでフラット塗りができたわけですね。次に同じ色をまたたっぷりと持ってきて、こうですね。そして優しく広げながら先ほどの部分に重なるように塗ってみましょう。どうですか？さっきの部分と今塗った部分の色が重なりましたね。ほら、重なったとこは一層暗くなってるでしょ？ねえ。はい。下の色が見えてますね。ほら。ね、ここです。これがね、透明水彩という言葉の意味ですね。下の色がね、透明感を持って透けて見えるというわけです。これが重ね塗りですよ。では、少し色を変えてね、また重ねてみましょう。はい。黄色ですね。色を持ってきましたよ。そしてごめんなさい。画面が動いちゃいましたね。軽く重ねます。そーっとですね。そーっとです。はい。重なりましたよ。ねえ。黄色をブルーの上に重ねたから、重なったとこは緑のようになりましたね。これが透明水彩の重ね塗りです。ほら。ね。これがね、大切な今日の3つのテクニックになるんですよ。これを使って、では今からね、絵を描いてみたいと思います。どんな絵かというと、ね、今のね、初夏のような素敵な雰囲気の絵にしましょう。はい。さて、ではまず空が塗ってみたいと思います。こうですね。まずたっぷりのお水を画面に1回塗ってみましょう。山の形だけ塗り残すように、こうね、水をね、まずフラット塗りです。さあ、そこにね、今度はね、コンポーゼブルーですね。それにクリムソンレーキを少し加えて、このような色をたっぷり作ります。
絵の具たっぷりでしたね。そして塗りますよ。もう下がね、お水で濡れてるので、どんどん絵の具が下へ降りてきます。グラデーションのやり方ですね。どうですか？柴崎あまりいじってないですね。絵の具がどうやって広がってくれるかを見てるだけです。そしてここにね、今の絵の具をもうちょっとだけ足します。ほら、広がっていきますよ。でも、お水を塗ってない山のところは、ね、絵の具はいかないですね。どうですか？はい。このようにね、水の力を利用して水彩は描いていきます。もう少し暗めの、このプルシャンブルーにクリムソン液を加えた色を用意して、上の方を塗ります。ほら、グラデーションですね。先ほどやったテクニックはここに生きてきます。さあ、もういじらないですね。絵の具が溜まった部分だけ優しく取ってあげます。はい。では乾かしましょうね。お水の力を利用して描く。これが水彩画のとっても大切なテクニックです。ではまた今度はきれいなお水をこれ山のところに塗ってみましょうね。こうです。はい。そして先ほどの色をね、この中間のあたりに塗ろうかな。こうですよ。これも実はグラデーションですね。上の方に向かっては明るくなる。下の方に向かっては暗くなるというね。両方面白いグラデーションですね。はい。では今度はね、この先ほどの色ですね。このまま用意してきて、ここにイエローグレーを混色します。今度は中間にある山を描こうと思いますね。はい、ここです。もうたっぷりの絵の具を筆につけることが分かりましたので、絵の具を用意しなくても広げることができます。そこにお水をつけて、グラデーションでしたね。さあ、絵の具は下へ下へと降りてきますよ。ただしこのやり方は紙を斜めに立てかけないとできないので注意してくださいね。はい。ほら、暗い方から明るい方へのグラデーションです。いいでしょう？ではここにオペラピンクを少し加えてみようかな。こうやってさあ、色が変化しながらやっぱりグラデーションになってるでしょ。このように顔面が濡れてるうちにこの色を加えたりグラデーションにするっていうのが本当に水彩の魅力なんですね。ぜひ練習してこのテクニックをあなたのものにしてくださいね。さあ、中間の山ができました。ではコバルトグリーンですね。今度はその手前の山を描いてみましょう。まずはフラットの絵ですよ。太い筆でたっぷり絵の具だとこのように大きな面積を楽に塗ることができます。でグリーンの2番とプルシャンブルーを加えて、こうですね。さあ、ここもグラデーションですね。もうグラデーションが多いでしょ。優しく混ぜてあげましょう。でもあんまりいじってないでしょ。水に任せて描く。
こういうことですね。さあ、イエローを手前にね、加えてあげました。ほら、色が変化しながらでもグラデーションになっています。さあ、どうでしょう。ねえ、これが水彩の楽しいとこですね。そして乾かぬうちに、ちょっとね、遠くの方の樹木を描いてますよ。さあ、描きましたよ。はい、こうですね。では、ここでね、重ね塗りをやってみたいと思います。薄いこのような紫色を作って、ここですね。ほら、重ね塗りです。ね、乾いてからこのように色を重ねていきます。そしてここもです。さーっと重ねます。ほら、下の山が透けて見えるでしょ。水彩素晴らしいですね。もうちょっと暗い色を作って、もう一度、この山のてっぺんのね、凹凸感を少し強調してあげようかな。こんなね、太い筆でもちゃんと細かいとこ描けるんですね。だから今まで細い筆だけ使っていたあなたね、ぜひ太い筆で挑戦してみてくださいね。さあ、それでは手前です。ここにちょっと小道を描きますね。はい。でもいつもたっぷりの絵の具ですね。この小道もね、グラデーションのテクニックを使ってみようと思います。はい。このように手前ほど少し濃いめの絵の具を塗ります。ね。ほら、こうです。では今度ここね。まずイエローのフラット塗りです。手前ほど少しイエロー濃いめね。うん。もう随分ね、きっと見てるあなたもね、このコツが分かってきたと思いますね。では柴崎は少しスピード感をつけて描いていきますね。絵の具は一人に広がってグラデーションができるでしょう。水彩絵の具は素晴らしいですね。さあ、こうですよ。遠くの方は明るくでしたね。これもグラデーションです。はい。ねえ、もう、こうやって描くとね、このグラデーションを利用するとね、この奥行き感がとっても描きやすいんですね。さあ、じゃあいっぺんここを乾かしましょうね。はい。さあ、グラデーションを使って奥行き感が見えてきましたよ。そして、ね、こうやって、まあ、フラット塗り、グラデーション、そして重ね塗りとね、いうテクニックがね、こう表現できてから細かい部分を書き込んでいくというのが透明水彩のね、最も有効な手順です。こうですね。はい。ね、また重ね塗りしてますよ。どんどん絵ができていくでしょ。では、こういうね、ちょっと大きい木を描きたいと思います。これは、まあ、ね、今言った3つのテクニックとは少し異なるので、まあ、柴崎はどんな風に木を描くかね、それをちょっとご覧くださいね。はい。こうですね。さあ、樹木を取ってきました。ね、ちょっと小さい花なんかも描こうかな。
どうですか？さあ、ねえ、3つのテクニックを使って風景を描いてきましたよ。はい。こうですね。さあ、これで出来上がりです。はい、書き上がりました。フラット塗り、グラデーション、火彩塗り。この3つのテクニックでしたね。透明水彩絵の具の特徴を生かして描くには、この3つのテクニック、本当に欠かせないんですね。ですから、この動画をご覧になってね、ぜひあなたも身につけてください。でも最初うまくできなくて大丈夫。何回もね、繰り返してやるとね、必ずできるようになります。そうそう。今回、紹介しましたテクニックは、過去の動画でそれぞれね、個別に、もっと深掘りしてね、ご紹介してありますので、よかったらそちらもね、ご覧になってください。ということで、今回は水彩画を上手に描くために絶対身につけてほしい3つのテクニックについてご紹介しました。はい。今回もね、本当に長い時間ご覧くださってありがとうございました。また次回ね、違うテーマであなたとお会いしたいと思います。はい。それではまた。